問題 A。最近、このサイトでは、レーティング100ごとに表示が変わるようになった。ある人の現在のレーティングが入力される。何ポイント上がると表示が1ランク上がるか？入力は1以上299以下。100で割って、余りを100から引く。今回は if 文でも無理なく書ける範囲だが、余りの計算はプログラミング全般で有用なので覚えてほしい。説明欄にコードへのリンクがあるから、写したければどうぞ。問題 B。N 人の人の現在の髪の長さがミリ単位で入力される。彼らは、毎日1ミリ髪が伸びる。月3センチか。早くない？他に T と P という数値も入力される。彼らのうち P 人以上の髪の長さが T ミリ以上になるのは、今から何日後か？すでにそうなっているなら0と出力しろ。入力される数値はすべて100以下。100人しかいなくて全員ショートなら、1日ずつシミュレーションしていいよね。もしロングが大勢いるなら、長さを相として、P 番目に長い髪と T を比べればいいぜ。問題 C。長さ N の文字列と、数値形が与えられる。文字列を並べ替えて新たな文字列を作る。この時、部分文字列として長さ形の解文が現れちゃダメ。解文ってのは、左から読んでも右から読んでも同じやつだね。作れる文字列は何通りあるか？ N は10以下。10文字までなら、そもそも並べ替えでできるパターンが多くないから、全部試す。まあ Python は諸事情で今回は相性が良くないけどな。普段はこの辺は Python が無双するとこだけどね。Python を使っている初心者には、AI に翻訳を頼むなどどうにかして C++ で提出することを勧める。それか Python で定数倍を2倍くらい改善するかだけど、C に挑戦する段階なら AI の翻訳にかけた方がいい。かな？たまにこうなるのが嫌なら、C++ に移行しよう。問題 D。正の整数 N が与えられる。文字列として見ると解文になっている0以上の整数のうち、N 番目に小さいものは？ N はかなり大きくて、ここからは時間に限りがあるぜ。0が入ってるのが嫌な感じだけど、それ以降は、1桁のが9個、2桁のが9個、3桁のが90個、4桁のが90個。って感じでかなり綺麗に並んでるから、何桁の数のうち何番目に小さいやつが答えなのかを計算して、あとは適当に。まあ説明を聞くより具体的なケースを手で計算するべきだろう。問題。時間が尽きてきたから巻きでいくぞ。長方形の島があり、マスに区切られている。各マスの海面からの高さが与えられる。これから毎年海面の高さが1上昇する。島の外周のマスは、海面の高さがマスの標高以上になると沈む。沈んだマスに上下左右に接するマスも島の外周になる。残っているマスの個数を毎年報告しろ。報告する年の数だけ9を用意して幅優先探索。問題 F。整数 N が与えられるので、計算すると N になるような掛け算の式を作れ。そこまで意味はないが0は禁止。どうせ選択肢は少ないだろうし、再起で外側から全探索。ご視聴ありがとうございました。